モリアーティ教授です。今回は前回のゲームキューブ PC を完成させます。吉田製作所さんの完成度を超えないようマネレベルの適当な感じで作りました。まずは CN60 の電源ボタンを解析します。ケース側から7ピンのケーブルが出ています。総当たりで調べたところ、オレンジと黒の線が電源ボタンでした。 LED も確認したいけどピンが小さすぎて接続できなさそうなので諦めました。 CN60 のマザーを取り外します。ケンジントンロックのところにあるプラカバーを外します。フロントの USB コネクターのところからマザーを持ち上げると外れました。マザーの裏にはファンとヒートシンクがついています。個人的にはぶっ壊れ率が高いファンメーカーなのではと思うスノン製でした。今度はゲームキューブを分解します。ネジはラインヘッドネジとかいう特殊ネジなので専用ドライバーが必要です。 Amazon で安いやつを買ったけどすでにエンジニアのやつを持ってました。型番は DTC-27 です。開きました。内部のホコリがすごいです。酷使された感があります。とりあえずドライブを外していきます。大量に留めてあるネジを外します。ドライブと前面パネルが引っかかって外れません。ガチャガチャやってたら外れました。ドライブの裏に金属フレームがあるので、この上にマザーが乗せられるかもしれないので一応外しておきます。ドライブが取れました。吉田製作所さんではソニー製だったフラットケーブルは住友製でした。ドライブの下にはメイン基板があります。ヒートシンクを外して CPU を見てみます。メイン CPU は IBM 製です。 GPU は現 AMD の ATI 製です。小さく NEC のロゴが入っています。 NEC はパワー VR の製造も行っていましたよね。モシス社が開発した疑似 SRAM 技術の1トランジスター SRAM チップが載っています。ゲームキューブのメイン基板と CN60 マザーはだいたい大きさが同じです。すべての基板を取り外した後、下側の金属フレームの上にマザーを乗せる方向性で取り付けてみます。上側のドライブ側の金属フレームに乗せると上すぎました。いらん出っ張りは吉田製作所さんと同じく超音波カッターで取り除きました。吉田製作所さんのよりグレードの落ちる ZO30 です。バックパネルも当たるところを現物合わせでガリガリ切っていきました。簡単に切れるけど断面が溶けて汚くなるのが難点です。ディスプレイポート部分が当たります。しかし見えるところを超音波カッターで切ると汚いな。まあここは妥協だな。マザーの取り付けは超強力両面テープで終わらせようと思ったのですが、貼れるところがないのでネジ止めで頑張ります。ドリルで穴を開けた後、eBay で買ったスペーサーセットで固定します。多少高さが合わないところはワッシャーをかまして合わせました。ただ2本止めなので背面のコネクターの抜き差しでもげないか心配です。バックパネルと合わせてみてなんとか収まりました。次は電源スイッチをなんとかします。元の電源スイッチと冷却ファンがついていた黒いプラ部品がつくように超音波カッターで当たるところを切ります。元のファンは日本電産製でした。電源スイッチ基板の電源コネクターは不要なので外します。電源スイッチは押すとロックされるタイプなのでロックなしに改造します。難しく言うとオルタネートをモーメンタリーに変更します。逆はむずいけど
こっちならなんとかなるのではということで基板から外しました。マイナスドライバーで金属プレートの爪を起こします。中のスイッチも爪で固定されているので外します。と思ったら折れました。マイナスドライバーでこじ開けます。中のロック機構を外します。銅のプレートと針金みたいなのを撤去しました。でもこれって開けなくても外から外れたんじゃないか疑惑があります。でももう開けちゃったので元に戻します。一応テスターで導通を確認します。金属プレートも戻します。元の基板にスイッチを取り付けます。多分基板から外さなくてもスイッチは改造できたと思います。やる人はいないと思うけど参考にしてください。マザーからの電源スイッチの配線を引き出します。コネクタ横のランドにハンダ付けします。狭い箇所なので発光 FX951 を使ってハンダ付けしました。細い配線でなんとかつけました。スイッチにも配線して取り付けます。前面の USB ポートを100円ショップの延長ケーブルでメモリーカードのところから出そうと思ったのですが、スペース的に無理ということが判明したので諦めました。もう少し小型の USB コネクタならいけそうです。他にも諦めたのが無線 LAN アンテナと SD カードスロットです。無線 LAN アンテナは家のどこかにあるんですが見つかりません。SD カードスロットは延長ケーブルを使えばいけそうです。つまり元のケースの方が使いやすいってことです。ゲーム機にパソコンを詰めるのはロマンのみです。カバーを取り付けネジを締めたら完成です。ちょっとバックパネルは雑ですが許してください。ドライブの蓋を開けるとメモリー交換できそうです。ちなみにメモリーは 4GB×2 枚の 8GB に変更しました。では動作確認していきます。2つしかない USB ポートはキーボードとマウスで埋めました。電源ケーブルと HDMI をつなぎます。それではスイッチオン。ダメです。動きません。何も反応がありません。壊れました。スイッチの配線が怪しそうなので見直しましたがつながってました。組み立て直したところ電源が入るようになりました。USB メモリーを挿そうと思ったら2ポートしかないのでキーボードを諦めました。今思えばキーボードとマウスのドングルを内蔵させればよかったです。今回はクリスタルディスクマークで SSD の速度と動作中の CPU 温度を計測したいと思います。SSD の速度はシーケンシャルでリード 545MB 毎秒、ライト 450MB 毎秒でした。SATA 3.0 の速度は出ています。通常の使用では問題ない速度だと思います。CPU などの他の部分が足を引っ張ります。シネベンチ R15 を回しながらコア温度を見てみます。最高温度は58度でした。TDP は 15W みたいですが、温度が上がってもほとんどファンが回転しないので静かです。一応排熱はしているようで、サーモグラフィーで見ると温風が出ています。ちなみにベンチ結果は前回より下がって 79CB でした。ゴミスペック級だとタスクマネージャーやコアテンプの計測でスコアが落ちるようです。このマシーンで YouTube が見れるか確認してみます。自分の動画は 1080p 30フレームで作っていますが、再生はできます。でも再生されるまでにはかなり待たされます。YouTube 再生マシーンとしても CPU パワーが不足気味だと思います。
まだまだゲームキューブ PC としては改良点がありそうですが、パソコンの性能自体はこれ以上は望めません。弱小チャンネルのパクリ企画ですが、何か参考になれば嬉しいです。